こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回のテーマはメイクコードの変数利用について解説します。この動画の内容は、まず変数とは何かについて説明し、変数の名前、変数に入れられる値、変数を使用したプログラム例、ローカル変数とグローバル変数、デバッグモードを活用して変数を監視する、これらの項目について解説を行っていきます。変数は何かということですが、これはデータを入れる箱のことを変数と言いますね。メイクコードでプログラムするとき使用する変数は、プログラム内で使用するデータを一時的に保存しておくためのものです。変数を使用するとプログラムの可読性と読みやすさや再利用性を高めることができます。下の図で説明すると、まず変数を作るいわゆる定義することを最初に行います。この時名前のついた空の箱が用意されます。そしてこの箱に値、例えば10という数字を入れる。そしてその箱から値を取り出すいわゆる値の参照ですね。この場合では値10を取り出し使用することができます。変数に名前を付けることができますが、変数の名前はアルファベット、数字、アンダースコア、スペースを使用できます。変数の名前はプログラム内で1、つまり1つである必要があります。また全角文字も使用できますが、デバッグモードなどで表示されないエラーが発生することがありますので、避けた方が良いでしょう。変数名はどのようなデータが保存されるか、簡潔かつ明確に定義する必要があります。例えばファーストネーム、Eメールテキスト、クラスナンバーのような分かりやすい名前にするといいでしょう。変数の作成について具体的に説明します。まずツールボックスの中から変数を選びます。そして変数を追加するをクリックします。そうすると右のようなダイアログボックスが出てきます。このテキストボックスに自分で任意の変数名を作成し、 OK ボタンを押すと変数が作成されます。次に変数の使用例について説明します。新たに変数が作成されると、ここにあるような3つの変数ブロックが作成されます。まず最初にエスティを0にするっていうブロックは、変数エスティに例を代入するという意味になります。次の変数エスティを1だけ増やすというのは、もともとエスティの中に入っているものに1を加えるという意味ですね。そして最後のバリアブルスの ST というブロックは、変数を参照するときに使うブロックです。右のプログラムで具体的に見ていきますと、まず最初に変数 ST を2にするっていうのは、ST という変数に2を代入するという意味になります。次の ST を1だけ増やすっていうのは、今 ST の内容が2ですので2プラス1ということで、結果は ST の中は3という数値が入っていることになります。変数に入れられる値について説明します。まず数値ですね。そして文字列、真偽値。真偽値というのは、真つまり正しいのか、偽すなわち誤りであるのかを表す値です。その他オブジェクトとして音階、画像などのデータも取り扱うことができます。変数を使用したプログラム例を示します。まず最初に数値の変数について見ていきましょう。このプログラムでは最初だけブロックに変数 A21 を代入する、変数 IND2 を代入するを行った後、変数 C に変数 A プラス変数 B の内容を代入するというプログラムです。値を参照するには変数 C の値を参照するブロックが使えます。次の変数使用したプログラム例は、変数 A を1だけますブロックの応用例です。まず最初に変数 A を1にするブロックで A に1を代入します。そして繰り返しブロックの中に変数 A を1だけますブロックを入れます。そして最後に数を表示で A 表示します。ここで繰り返し内の A を1だけますというのは、 A にもともと入っている値に1を足してやる計算となります。中ほどに示すような形でこれが4回繰り返されると1ずつ増えていきます。そして結果として右の図にあるように変数 A には5が代入された形となります。
このプログラムは文字列を扱ったプログラムです。最初だけブロックの中に文字1を ABC にする。次に文字2を DEF にする。そして変数文字3を空白にする。ダブルクオーテーション2つでヌル値を示しています。文字列においても演算が可能です。ここでの例はボタン和が押された時の中の1行目として変数文字1と文字2を結合する例を示しています。結合された文字は文字3に代入され、最後の行で文字列3を表示しています。それでは次に新義値を用いた変数の使用例を見ていきましょう。こちらにあるのが最初だけブロックの中にあるものですね。変数として t or f という変数を用意して、それに新義値をここで入れます。そしてここで条件判断の条件式のところに新義値を参照します。そしてこれが true であれば文字列として true、 そうでなければ false を表示します。それでは見ていきましょう。真である場合ですね、これ真に変更したらリセットされて、今 true が表示されましたね。じゃあ反対に偽を設定するとfalseというような形でプログラムにこういう新義値を応用することができます。変数使用時の注意点について説明します。この例では最初に変数 A に10を代入します。そして同じ変数 A に ABC を代入しようとすると、値部分が赤く表示されエラーであることを示しています。そこでエンターを押すと文字列 ABC を入れたはずが値欄に数値が入るという現象が起きてしまいます。これは最初に A に数値を入れたことにより、この変数 A は数値型として宣言されたことから起こる現象です。したがって数値型として使用された変数 A に文字列を入れようとするとエラーとなるのです。メイクコードのバージョンにもよりますが、異なった変数を指定しても文字列を入れることができない場合があります。こうした場合、ブロックボタンの横の Python ボタンを押して Python の編集画面にします。そして該当する変数に文字列を代入するように修正します。そして再びブロックプログラムに戻ると、該当する変数に文字列を入れることができるブロックとなります。次にローカル変数とグローバル変数について説明します。グローバル変数はどのブロック内でも共通に使用できる変数のことです。このプログラム例では最初だけブロックで使用している変数 A、変数 B は他のボタン A、B を押された時ブロック内の参照あるいは関数内での参照は共通して利用することができます。しかし関数内で定義されたパラメータ D および E は関数外で参照することはできません。このように関数内でしか利用できない変数の形をローカル変数と言います。右側に示す図は関数外で変数リストを表示しようとするとリストに関数内の D、E のパラメータは表示されないことを示しています。それではプログラムの中の変数を監視するツールデバッグモードというのがあります。これはシミュレーターの下のところ、このマークですね、亀のマーク、これを押します。そうするとこういうような、タイトルの部分がオレンジ色になって、ここに変数エリアが表示されます。で、これを利用してやるんですけども、これが、デバッグの再開、ボタンですね。で、今ここに、カーソルが来ますよね。で、ここでワンステップ進む。で、今が、変数 AB が0になりましたね。で、これで最初だけブロックが終わりました。ここで A ボタンを押してみますね。そうすると、ここに
来ますね、この石が。で、今が A が0なんですけども、これをワンステップ進めると A が1増えました。そしてここに来ますね、数を表示。これを押すと1が表示されたっていうような形になってきます。では、ここが終わったので B ボタンを押してみます。B ボタンを押すとここに、実行が移ります。で、ここの行を実行すると、B が1増えた状況になりますね。そして、B を実行、今1が表示されたんですね。もう一回、B を実行、B ボタンを実行、そして次に行でやると 2が実行というような形で、ワンステップずつ見ていくような場合にですね、この変数をこの部分で参照しながら、見るということができるようになります。こういうようなのがですね、デバッグモードっていうことで、プログラムのどの部分に誤りがあるかとか、そういったような場合にこのデバッグモードを使えます。終了はデバッグモードの終了ボタンを押してください。今回はメイクコードの変数について深掘りしてみました。まず変数とは何かということについて説明し、変数の名前規則、そして変数に入れられる値の種類、変数の使用例、ローカル変数とグローバル変数、最後にデバッグモードを活用した変数の監視方法について説明しました。ご視聴ありがとうございました。